私たちは日々、時計を見て行動し、過去や未来を意識しながら生活しています。そんな当たり前の存在である時間に、もし始まりがあったとしたら、これは科学哲学宗教の枠を超えて、長い間議論されてきた人類最大の謎の一つです。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、時間は過去から未来へと無限に続くと考えました。一方、キリスト教の神学では、天地創造の瞬間に時間が生まれたとされます。時間は永遠か、それとも有限か、この問いは古代から人々を悩ませ続けてきました。現代科学が示す答えの一つがビッグバン理論です。およそ138億年前、宇宙は極限まで高温高密度の状態から膨張を始めました。この瞬間こそ、私たちの宇宙の誕生であり、同時に時間も流れ出したと考えられています。ビッグバン以前はどうなっていたのかという問いは厳密には成立しません。なぜなら、以前という言葉そのものが時間の存在を前提としているからです。つまり、時間はビッグバンとともに生まれた、それが現在の物理学における主流の見解です。ただし、ビッグバンを語るときには大きな壁があります。それがプランク時間と呼ばれる10の-43乗秒という極限の単位です。この時間より前の宇宙については、私たちの持つ理論では説明できません。相対性理論と量子力学が同時に働くこの領域では、数式が破綻してしまうのです。宇宙誕生の本当の瞬間を理解するには、量子重力理論というまだ未完成の枠組みが必要になります。研究者たちはこの壁を越えるためにさまざまな理論を提案しています。ループ量子重力理論では、宇宙は圧縮され尽くした後反発し、ビッグバンではなくビッグバウンスが起きたと考えられます。もしこれが正しければ、宇宙は一度きりの誕生ではなく、膨張と収縮を繰り返す存在かもしれません。また、原理論の枠組みでは、多次元の空間で異なる宇宙が衝突し、その結果として私たちの宇宙の時間と空間が始まった可能性も指摘されています。この見方に立てば、時間の始まりとはもっと大きな構造の中の一断面に過ぎないのです。さらに深い問題があります。そもそも時間は本当に実在するのでしょうか。アインシュタインの相対性理論では、時間は空間と一体化した時空の一部です。重力や速度によって時間の流れが変わることが示され、時間が絶対的ではないことが分かりました。一方で量子力学の一部の解釈では、時間は物理法則が作り出した副産物に過ぎないとされます。もしこれが正しければ、時間の始まりを問うこと自体が間違いだという結論すら導かれます。観測技術も時間の起源を探る大きな手がかりを与えています。宇宙背景放射の微細な揺らぎは、初期宇宙が量子揺らぎから生まれたことを示しています。また、重力波の研究は、宇宙誕生直後の出来事を直接的に知る手段となるかもしれません。プランク衛星が取得したデータからは、初期宇宙に非対称性が存在した痕跡が報告されています。それは、時間や空間が生まれる瞬間に起きた可能性のある現象をわずかに垣間見せているのです。このように時間には始まりがあるのかという問いは、科学だけでなく哲学や宗教とも深く結びついています。古代から続く問いに、現代科学は少しずつ答えを近づけていますが、決定的な結論はまだありません。時間は宇宙と共に誕生したのか、それとも無限の過去から続いているのか、その答えを知る日はまだ遠い未来にあるのかもしれません。私たちは時間に縛られながらも、その謎を解き明かそうと探求を続けています。そしてその探求そのものが、時間を超えて受け継がれていく人類の営みでもあるのです。それではまた次回お会いしましょう。